No problem, no brother. こんにちは、ナンプラお兄さんです。今日はね、避難するときに持っていくものをご紹介したいと思います。はい、先日バンコクでちょっと大きなね地震があったばかりでですね、皆さん準備してなくてちょっと混乱しましたっていう方も多かったんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ皆さんね、バンコクで地震があるなんてね、思ってなかったと思うので、まあ僕もね全然思ってなかったんですけど、いやそうですね、ほんとねバンコクの人にとってはすごいね珍しいというか、あまりない経験になったようですね、本当に。そうですね、ちょっと被災してコンドミニアムに帰れなくなったとか、そういう人もよく聞くので、まずね逃げなきゃいけない時にこうやっぱり急いでるとね、もう携帯電話しかね持っていきませんでしたっていう人も結構聞いたので、そうですね、でもしねそれからしばらく家に帰れなかったら困るかなと思ってですね、ちょっと今日は皆さんに準備しておくと便利なアイテムっていうのをご紹介していきたいなと思っています。そうですね。じゃあまずですね、一番大事なもの持っていくバッグですね。そうですね、バッグ。僕はねこの30リットルぐらい入るバッグを持ってきます。あまりね大きいバッグ持ってってもね、大変になるかもしれないので、そうちょうどいいのがねこの30リットルぐらいのバッグなんですよ。山でと日帰り登山とかねちょっと行けるような、一泊旅行ぐらい行けるようなねサイズなんですけど、これでねまあ逃げる時にね両手とか使えた方がいいので、手提げバッグでガーってなってたらね、腕が塞がって転んだりとか、なんかね、結構危ないのでね、危ないと思いますね。階段駆け下りたりとかねいろいろしなきゃいけないと思うので、今回動画とか見てるとすごい高層階の方から階段で降りてる人とか結構ね、そうですね、20階30階から降りましたとか一気にこう降りていくので、そこで転んだりとかみんな混乱してるんでね、そういう時両手塞がってるとそうですね、大変なんですよ。なのでまあこういうバッグとか本当に背負っていけるような形にしておいた方がいい。そうですね、リュックがおすすめです。でこのものたちをねちゃんとねパッケージしとく状態にしとかないと、まあ急にこう全部かき集めて逃げるわけにはいかないので、もう用意しとくという状態を作っとくという感じですね、この意識をね。そうですね、で逃げる時履かなきゃいけないものですね。そうですね、逃げる時履かなきゃならないのはこのシューズですね。スニーカーでも何でもいいんですけど、サンダル以外だったらとにかくね、いいですね。そうですね、サンダルだと、もしかするとこうガラスの破片とかね飛び散ってて足怪我しちゃうかもしれないので。足で逃げてる人もなんかいたもんね。いたね、動画見てたらね。やったら本当に危ないね。危ないんで、特にねバンコクなんてでっかいガラス張りのビルディングとかいっぱいあるんで、もうそれが生まれてね、なんとかってなったら本当に大変なことになるので、シューズを履いていきましょう。であとはですね、もちろんのこと水が必要になってくるので、水を持っていきます。僕の場合は水筒も一緒に入るんですけど、であとはあれですね、貴重品の方になりますね。貴重品の方になるんですけど、財布は僕別に災害用財布みたいなのを分けて持ってて、普段の財布とはまた違う財布なんですけど、そこにちゃんと現金を入れておきます。じゃないと携帯の QR コード使えなかったりとか、電子マネーが使えなくなるパターンって災害時は多分あると思うので。そうですね、停電とかになるかもしれないので、そうですね、持っておいた方がいいですね。必要ですね。であとは外人さんなんで僕はパスポートを持っていきます。皆さんの場合身分証明書ですかね、とあとはこの小さいポシェットみたいなすぐ取り出せるような感じのポシェットを僕の場合は持ってきます。ともちろんのこと皆さん携帯してるスマートフォンですね、スマートフォンは携帯してると思うんですけど、災害時に
充電切れたりとかね、電気がもう通らなくなったりとか、東日本大震災の時も停電とかありましたもんね。そうですね、あの時は結構困りましたね。そうだね。そういう時にやっぱりこういう充電器ですね、バッテリーは必要になってくるんで、絶対バッテリーは持っていきましょう。もちろんなんですけど、であとはですね、この懐中電灯というか、懐中電灯でもいいんですけど、こういうおすすめはヘッドライトですね。もうこれも両手塞がっててもね使えるのがすごく良くて、そうですね、結構ね、なんか停電してかつガラスが破片とか飛び散ってるところで歩かなきゃいけないとかね、そういうことあるかもしれないので、あと夜ね、避難してコンドミニアムとかに帰れなくなって、夜もね公園で過ごしてた人がいたみたいですけど、この時ねこれが役に立つんですよ。あとあれですね、もし地震が夜中とかに来ちゃったら、暗い階段とか降りなきゃいけないかもしれないので、ライトねあった方がいいです。あった方がいいですね。そうですね。あと軍手とかね、軍手や帽子、物が落ちてくるかもしれないんでね、軍手や帽子と、あとはマスクですかね。これもね、煙が上がってたりとかね、粉塵が飛び散ってるかもしれないので、なのでマスクは必須ということで持っていきましょう。あとはですね、先ほど水の説明したんですけど、お水と、僕は2リットルぐらい、あんまり持ってってもね重くなっちゃうから、このくらい2リットルぐらいでいいと思うんですよね。であとはこういう乾物系とか、あとナッツとかで、こういう保存食ですね。できればね、火を使わないで食べられるものが手軽なので、そういうものがあった方がいいですね。でもしね、ガス缶とかね、こういうキャンプとかで使うようなコンロとか持ってたら、カップラーメンみたいなものがあってもいいかもしれないです。そうですね。僕はよくキャンプに行くので、キャンプでこういう、これが鍋になってるんですよ。これね便利だよね。2つの鍋になるんですね。2つ鍋になって、でこちらがですね、ガスバーナーなんですけど、もう本当に簡易的にもうすぐこんな感じでお湯を沸かしたりとか料理作れる状態になるんですよね。でつけます。で結構長い間、ナンプラお兄さんがなんか愛用している、そうだね、岩谷のガスですね。岩谷のガスコンロですね。でこれですごいちっちゃいんですよ。これでもうお湯を沸かしたり、何か焼いたりとかね。これ2人になるし、すごい便利なんですよね。日本の場合ね、寒いからね、こういうのあると本当に温まるからね。そうね、寒い地域、僕の地域とかね、冬だとねマイナス15度とか、寒い時で行くので、本当にこういうなんか温まるような持ってないと多分きついと思うんですよね。いや本当にそうですね。防寒具とか持っていかなきゃならないから、持ち物がね多いよね、タイにいる時はね。だからタイは暖かいから、持ち物は比較的に少ないんですよね。いやそうですね。あとね、この水をろ過するアイテム、これは前ラザダで買ったんですけど、本当ね数百バーツでね買えるんですけど、バンコクの川の水をそのまま飲むことがねできないので、こういうのがあると、災害時もね、水があったとしてここの水にこうつけて、キューって飲む感じですね。それかこのパックに入れて、このパックにジョイントつけれるんで、ここのパイプで、そっちの方が便利かなって飲める。これね、前ネパールの登山行った時にね買っておいたんだけど、こういう災害時もね使えそうです。そうだね。いや本当にね、ひどい地震とかになったら、そういう水とかがね不足したりとかありえるんでね。ありえるありえる。だからもうバンコクで
自信ないって言われてたじゃないですか、でもここで怒ってしまったから、もうあるんですよ。いやそうだと思います、なのであると思ってやっぱり普段こう準備してた方がいいんじゃないかなって思いますね、そうですね、まあね、地震だけじゃなくてね、火事洪水とかはね、あるかもしれないんで、そうだね、その時にね、最低限のもの持ってるのと持ってないのじゃ全然変わってくるんで、いやそうですね、あった方がいいと思いますね、でお次はあとはこのまな板とナイフなんですけど、私たち旅行の時もねこれ持っていくんですけど、フルーツ切ったりとか、なんかいろいろ何かと便利だよね。そうだね、使えますね。そうですね、あとまあライターも一応何かあった時に使えるんで、僕は一応持ってきますね。はい、であとはこの、まあ、着替えとかタオルですね。着替えタオル、まあこのタオルとかあるとすごい便利で、もう頭も守るのにも使えるし、なんか粉塵とかね、こうやばい時にこれで塞いだりとかも、マスクよりも強力にできる。そうですね、まあ何かあった時にすごい重要で、タオルで、まあパンツ2枚シャツ2枚みたいな、そんな感じですかね。であとは重要になってくるのはこちらですね。そうですね、これ私たち結構普段も使うんですけど、シートです。レジャーシートですね。そうレジャーシートはまあ公園とかでねよく使うようなものですけど、こう災害時ねこう寝る場所ないとかね、もしなった時に、地面に寝るのちょっと抵抗あると思いますし、そうだね、ゆっくり座ったりしたい時も、シートがあるとだいぶ気持ち的に楽ですね。楽ですね、それかまあね、人によってはね、テントとか持ってる人はね、ちっちゃい椅子とかも、日本だったら僕テント持ってるかもしれない。いやそうですね、寒いからね。寒いからね、あとはね、こちらですね。そうですね、この布、この布はね、タイで買った布なんだけど、すっごい便利なんですよ。そうさね、よくねバス寒い時とかかけたりもしてるし、これ旅行行く時も絶対持ってってます。絶対持ってきますね、こうちょっとかぶるというか、そうそうこうやってね羽織ることもできるし、ブランケットにもなるし、そうですね、何か拭きたい時も拭けたりするし、そうだね、いろんなことに使えるので、これは重要です。そうですね、着替える時とかはね、プライバシー守るこう、そうだね、これ巻いて着替えたりもできるかもしれないでね、これは必須アイテムですね、僕の中で。あとはもう洗面用具ですかね。そうですね、まあこの辺は適宜自分が大事なもの、例えばコンタクトしてる人はね、コンタクトは絶対、僕みたいに目悪い人はね、メガネとコンタクト、であとね、もしあれば絆創膏とかね入れといた方がいいですね。そうですね、あとはですね、もちろんティッシュペーパーとウェットティッシュ、ここら辺はねちゃんと持っていった方がいいですね。そうですね。でこちらのが洗面用具となってて、もちろん歯ブラシと歯ブラシ粉、シャンプー、ボディーソープ、あとは爪切り、これいるかな。この辺はね、いつも僕はこれは旅の時持っててるセットなんでそのままなんですけど、であとはモスキートスプレーですかね。一応モスキート蚊よけスプレーはタイだったら必要なんじゃないかなってちょっとね思ってます。僕は刺されやすいんで、これを使ったりしてますね。でこれをこういうコンパクトなねやつに入れておけば、洗面用具いつも入れておけば、これは間違いないですね。コンパクトなですね。でこれが一塊って感じですかね。結構こうやってね見やすい袋に入れておくと中に何が入ってるか分かるから、そうですね、便利ですね。あとはですね、こちらのこういうエコバッグも持っていきますね。このバッグに入りきらない食料とか手に入るかもしれないんで、そういう時はこうバッて出してこのエコバッグにで食料を担いで外で持っていく。長引いた時はね絶対これは
そうです。何かとね使えることが多いです。そうなんですよね。なんか汚れたもの入れといたりとかね。今回はねたまたま震度3ぐらいでねそこまで強い地震じゃなかったからあれだったかもしれないですけど、これでもうちょっと強いとね、もしかしたら長期戦になるかもしれないし。いや本当にそうですね。あと移動してる時本当に怪我しちゃうとか、そうですね、そういうのもすごくあると思うので、なんかいろいろ持っていると、便利ですね。そうですね、誰かのこと助けられるかもしれないしね。そうですね。あとは、まあ僕はもう傘と、まあレインコートみたいなを持っていこうかなって思いますね。まあ必ずしも必要じゃないかもしれないですけど、あったらあったで絶対便利なので、日傘にもなるし。そう、この前のね地震起きた時は、結構暑い日で、外でみんな待機してるのね暑かったと思うんですよ。そうですね。で炎天下の下で何時間もいたって人もね多分いるので、まあそういう時もね使えるからまあ、便利ですね。タイだと結構傘は必須かもしれない。そうですね。このようなホイッスルを用意しておくと自分の居場所を知らせることができるので便利です。倒壊したビルの中に閉じ込められてしまった時などに自分の居場所を知らせることができます。本当に非常時っていうのは、普段当たり前だったことができないことになるので、例えば停電とか続いたら本当にもうちょっとね1日2日続いたら全然やばいというか。そうですね、スマホとかも充電やっぱり1日ちょっとぐらいしか持たないと思うので、まあ、一番自分の命が大事なんでね、まずはねそれを最優先に考えてほしいんですけど、それプラスこれがあったら便利っていうことで、一つにまとめておくことをね、おすすめします。そうですね。あとね今回ねみんな避難しててなんかこうちょっと気になったところがあって、やっぱりね建物の下とかそばにいちゃダメですね。そうですね。結構タイの人みんな建物のすぐそばとかで待機してる人とかもいたので、建物の近くには行っちゃダメですね。そう。まあちょっと家の近くに、広いところがないかっていうのはチェックしといた方がいいですね。そうだね、広い場所がね、建物が公園とか駐車場とか学校とか、駐車場もいいですね。駐車場っつってもあれですよ、下の方のグラウンドの広いところね、駐車場。そうそう。建物の下、あとはあれのね電車のね高架下とか、絶対危ないですね。絶対危ないですね。絶対危ない。だからまあとにかく広場に逃げるのと、皆さんが住んでる地域のね近くの広場をちゃんとチェックしとく。どこに逃げるかっていうのをこういう災害時に、イメージしておけば。そうですね、今回のね地震をきっかけに改めて確認しておいた方がいいと思います。そうですね。まだね余震も来るかもしれないって言われているのと、あとちょっと建物がね脆くなってる可能性もあるので、ちょっとね引き続き十分にね注意した方がいいですね。こうやってね僕らも被災したことがあるので、その知恵をなんか皆さんと共有できたらなと思い、のが作ってみました。はい。何かね少しでもね皆さんの役に立ったらいいですね。そうですね。とにかくね地震があった時はまた落ち着きながら、素早く行動してね自分の身をや家族の身を守ってください。そうですね。それではねまた次回お会いしましょう。はい。またね。バイバイ。